はい、皆さんこんにちは、まーさんです。自分がどこにいるかよくわからない。はい、いいかな、大丈夫かな。はい、毎日過ごしにくい日々が続いております。気温がすごく高いね。はい、先ほどちょっと温度計を見ましたら、今このガレージの中でね、37度ありますんで、今日は、今年の夏の中でも結構暑い方なのかな。もう今日はこの挨拶動画を撮ったらね、あとは作業しないかもしれないです。もうゆっくりいきます。はい、ということでね、今日は BMW です。大変お待たせしておりまして、ちょっと前にね、足回りをリフレッシュするということで BMW の、足回りを点検する動画を上げましたが、その続きでね、いよいよリフレッシュ作業をやっていくということです。ここにね、ビルシュタインのショックアブソーバー、それから、これがね、コントロールアームのブッシュ、それからこれがフロントアッパーマウントですね。はい、これだけパーツを用意しました。とりあえずね、これをどんどん交換していくと。これだけ全部交換できたらタイヤも新品に交換して様子を見て、良ければねそれで OK とするし、気分が乗ればリアサスなんかもねブッシュ交換したりとかするかもしれないと、そんな感じになっております。では早速作業を開始していきます。今いきなり車高を測ってますね。床からフェンダーアーチの一番高いところまでの高さを測ってメモしてますが、これはですね、今回ショックアブソーバーなんかも変える足回りを大幅にいじるので、そういう作業をした後はですね、あれなんか車高上がっちゃったんじゃないとかね、そういう疑問を持つことが多いんですよね。でも、事前の車高を正確に測ってないと、上がったのかなとか、確認する方法がないので、なんかもやもやしたものが残りがちになるので、事前にね、車高を測っておきました。今回の作業内容だと車高が特に変化するようなことはないと思いますが、一応念のためということですね。そう言ってる間にジャッキアップしてホイールも外しまして、フロントサスペンション、こんな感じになってます。今回このショックアブソーバーとロアアームの、ブッシュですね、これを変えます。ショックアブソーバーとナックルの接合部分の形状がね、なんか変わってますよね。あんなチャチな感じの形状でいいのかっていう感じですね。はい。そして今映しているロアアームの後ろ端についているこのブッシュ、これを今回交換します。そしてこのロアアームの前側の、ピボットですね。ここはボールジョイントになってまして、全くそのゴムブッシュで、柔軟性を持たせるとかそういうことが一切してないんですね。このサスペンションの特徴かなと思います。では、まずロアアームを外しにかかります。いきなりレンチのアップが映ってますが、18って書いてあるのがわかるでしょうか。18ミリのレンチなんですね。ドイツ車の足回りはですね、なぜか18ミリ、16ミリっていうボルトが多用されてます。足回りだけにそういうサイズがあるんですよね。普段国産とかね、ドイツ車触ったことがない人がこういう18ミリ、16ミリのボルトに出くわすとね、そこでちょっともう、心が折れそうになりますよね。こんな変なサイズ持ってねえよみたいなね、そんな感じになります。それとですね、ここではロアアームっていう名前で呼んでますが、BMW ではこのパーツをロアアームではなくコントロールアームって呼んでるみたいですね。はい、ロアアームとナックルの接合部を外しますが、この部分ですね、マーさんがもう一台持ってるアルトワークスなんかだと、ボルトナットが横方向に通してあって、それを抜けばですね、スポッと簡単に抜けるんですが、この車の場合はですね、上の方にナットがありまして、それを外してもですね、シャフト自体がテーパーがついてまして、がっちりこう、食っちゃってる食っちゃってるって言ってもよくわかんないかもしれないですが、食っちゃってるので、簡単に外れないです。要はタイロッドエンドと同じ構造ですね。ですから今タイロッドエンドプーラーをかけて、そしてですね、こうしてガンガン叩いて衝撃を与えて外そうとしてます。何も考えずにタイロッドエンドプーラーをどんどん回していくと、プーラー自体が壊れてしまうのでね、なんとかこう、はい、今外れました。
まあ、なんとかこういう風にですね、どうにかこうにか外したと、そういう感じですね。次はロアアームとボディの接合部分2箇所ありますが、そのうちの前の方、今赤丸がついた方ですね、こちらを外していきます。この車の場合、この部分もボールジョイントになってますね。結構変わった構造ですね。ですから上側のナットを外して、そしてシャフトにまたテーパーがついてると思うので、食っちゃってると思うので、それをどうにかこうにか外していかないといけないと。はい、下から作業しようと思ったんですが、ちょっとできなかったので、上から作業しようということで、エアクリーナーボックスを外しました。ずーっと覗き込んでいきますと、下の方。これですね。これがロアアームを固定しているナットです。まずこれを外します。このナットがですね、あんな風に丸見えになってるぐらいなので簡単に外せるだろうと思ってたんですが、そうはいきませんでした。車体の中央方向、エンジンの方に傾いてついてるので、そこに、今レンチをかけてますが、レンチをかけようとすると、エンジンブロックに当たってしまって、なかなかね、工具をかけられないんですよね。今かけられまして、よいしょと緩めます。よいしょと。はい、緩みました。ただね、ここまで至るまでに結構、手間がかかりました。どうしてもね、レンチがかかりそうでかからないっていう感じで、なんかいろいろ試行錯誤して、ようやく緩めました。はい、そして、ナットはもう緩んだんですが、ここで一旦ですね、ロアアームの後ろ側を先に外します。前側のボールジョイントのシャフトを今から抜かないといけないんですが、それが難しそうなので、ロアアームがなるべく自由に動けるようにね、先に後ろ側を外します。この後ろ側は2本のボルトを外すだけで非常に簡単なんですけれども、ただこれサイズがやっぱり特殊で 16mm のボルトが使われてます。はい、これであとはロアアーム前側のボールジョイントのシャフトを抜くだけとなりましたが、これがもうがっちり食いついててね、なかなか外せないんですね。こういう形状ですので、さっきみたいにタイロッドエンドプーラーをかけることもできないです。この部分普通はどうやって外すのか知らないですが、もうしょうがないので、シャフトを叩くしかないと思いまして、シャフトをいきなり叩くわけにはいかないので、ナットをつけておいてね、ナットに棒を当てて、それをガンガン叩くみたいな感じで叩きまして、どうにかこうにか外しました。あんまりスマートな外し方ではないですが、仕方ないですね。今もうこれ外れます。よいしょよいしょとやって、はい、これでロアアーム外れました。次は反対側も全く同じ手順で外していきます。同じ手順なのでね、見てもしょうがないんですが、ちょっと、何分で外せるかタイムを測ってみました。もう2回目ですからね、手順は分かっているので、素早くさっと外せるはずだという感じです。もう半袖半ズボンでやってますけどね、もうとにかく暑いのでね。それとですね、今回の交換部品なんですが、前に、ライブで行ったんだったかな、皆さんに何を交換するかご相談しまして、そこで一旦決まったのは、このフロントロアアームに関しては、ロアアーム全体を変えますっていうことで一旦は決めたんですが、予定変更でブッシュのみ交換することにしました。ロアアーム全体変えるって決めたときは、安く売ってるのを見てね、こんなに安いんだったら全部変えようと思ったんですが、後でよく見たら、その安いやつは結構ね、怪しげなメーカーのやつだったので、ちょっとちゃんとしたメーカーのやつだと、やっぱりそこそこの値段するんですね。ですからロアアーム自体を点検して問題がないならば、そのまま使って、今回はブッシュだけ交換するっていう風に変更をしました。それとですね、ブッシュだけ交換するんならロアアームを外す必要ないよっていう人もいると思うんですが、そのためには、専用工具が必要ですね。専用工具があればロアアームを外さずにブッシュだけ外せるみたいですが、その専用工具がないですし、今回はこのサスペンションの構造をね、わかりやすくお見せするためにもロアアームは一回外すことにしました。はい、もうストップウォッチが27分ぐらいになってますが、まだ外せない。今外せましたね。27分16秒で外せました。
もう外す手順が分かってるのにこれだけ時間かかっちゃうんですね。当然ですね、左側1個目の方は、1時間以上時間かかってます。はい、取り外したロアアーム左右、こんな感じになっております。今、ボールジョイントぐにゃぐにゃ触ってますが、これ事前にね、もっと厳密に一生懸命チェックしたんですが、特に異常はないみたいなので、このロアアームはこのまま再利用することにします。一方、この問題のブッシュですね。こんな風に軽く触っただけでカコカコと動いてしまいます。明らかにこれは異常だと思いますので、やっぱり劣化してるっていうことでしょうね。今取り出したのが新品のブッシュです。このパーツは結構安く売ってるんで、助かりますね。ちょっと触ってますけど、やっぱり簡単にガコガコと動くようなことはないです。ではまず古い方のブッシュを外していきます。こういうですね、ホームセンターなんかで売ってる安いギアプーラーっていうやつですね。これを使って外します。こんなチャチな工具で外せるかよって思う人もいるかもしれないですが、なんとですね、このブッシュとロアアームの接合部分ですね、ブッシュ側がゴムなんですね。金属のパイプが圧入してあるんじゃなくて、ゴムが圧入してあります。ですから、こうしてもうごく簡単に外せました。プーラーを回すレンチも、そんなに力を入れることなく、くるくる回ったっていう感じですね。もうこんな簡単に外せちゃいました。そしてこれ接合部が六角形になってるんですよね。面白いですね。次は新しいブッシュをはめます。もうこれね、油圧プレスとか使うまでもないなと思いまして、この間買ったこの巨大万力ですね。こいつを使って、叩いて入れることにします。ロアアームを万力でこうして固定しておいて、そしてブッシュを上から当てがって、もうハンマーでコンコンと叩いて入れると。一応ね、マジックリンを吹きかけておいて滑りが良くなるように。グリスをつけようかなとも思ったんですが、グリスだとあと残っちゃうので良くないかなと。はい。ハンマーで叩いてますが、1回2回叩いただけでもうすっかり綺麗に入ってしまいました。この接合部はこんなになんか緩くていいのかなという気がしないでもないですね。もう片方のロアアームも同じように古いブッシュを外して新しいブッシュをこうして叩き込んで入れていきます。こちらはなぜかちょっと慎重にちょっとずつ入れてますけど、最初の方がね、結構きついだろうと思って思い切り叩いたら一発でスポンと入ってしまったので、こちらはね、ちょっと慎重に入れました。はい、フロントサスペンションのロアアームのブッシュ、無事に新品に交換ができました。そしてですね、ここまでの作業を見たら、フロントサスペンションの構造がどうなってるかっていうのもね、だいぶ分かったんじゃないかと思います。こことここがボディにがっちり固定されてると。そしてこう動くわけですね。ここにはナックルがあってフロントタイヤがあって、フロントサスペンションがストロークするっていうのはこういう動きをしてると。この前側がですね、ボールジョイントで固定されてると。この後ろの方はこんなに大きな凝った作りの、ゴムブッシュを介して固定されると。こういったことでシャープなハンドリングと乗り心地をなんとか両立しようっていう、そういう設計なんだと思います。はい、ちなみにですね、今この写真はマーさんが前に乗ってたポルシェ911のロアアームなんですけど、こんなに形が違うんですよね。そして、前後のピボット部分はですね、すごく単純なゴムブッシュを介してボディに固定されてます。本格的なスポーツカーである911でもこんなに単純な設計だっていうことを見ると、BMW E46 のフロントサスペンションの設計はかなり凝ってるんだなっていうことがわかると思います。そしてその設計の要、キーになるパーツがゴムブッシュだと思います。このゴムブッシュですね、非常に凝った設計をされてるっていう風に聞きましたので、ちょっと真っ二つに切ってみました。今これバンドソーで切ってますが、
途中まで切ったらですね、なんかオイルが出てきまして、このブッシュは液体封入ブッシュだっていうことがどこかに書いてありましたけど、それは本当みたいですね。内部に、オイルというか液体が入ってるみたいです。ある程度切ったところで外側のアルミのブラケットをね外してみたんですが、その作業してる時も、この液体がどんどん出てきましたので、やっぱりかなり本格的な液体封入ブッシュみたいですね。アルミのブラケットを外しましてブッシュ本体だけにすることができましたので、これをもう一回バンド層の方でね、真っ二つにしてみます。はい、もうあっという間に真っ二つになってしまいましたが、こんな構造をしていました。このゴムと外側の金属のリングの間にですね、オイルが入ってたみたいです。このあたりですね。このあたりにオイルが入ってたと。そしてこれはですね、アームについていた状態で言うと、この赤丸のあたりにオイルが入っていたっていうことになります。そもそもこのブッシュは左右の方向にだけ強い力を受けるんですよね。上下とかあるいは軸方向に、引っ張ったり押されたりっていう力はほぼかからない。だから左右に押された時の力をいかにしなやかに受け止めるかっていうことだけに特化して作られたブッシュなんだと思います。まあ液体封入ブッシュだとどういうメリットがあるかっていうのはマーさんもよくわかんないんですけれども、そうですね、ゴムだと最初押した時は柔らかくてどんどん押していくと、硬くなっていくと。まあ金属のスプリングでもそうなんですが、縮めるほど反発力が強くなっていくと。その点、液体封入だと、初期から最後の方まで割と、近い特性なのかなという気はしますが、その辺は、いまいちよくわかりません。はい、といったところでね、最後はちょっと無駄話が長くなってしまいましたが、フロントのロアアームのブッシュ交換は以上で完了と。もちろん、ロアアームを車体に戻すっていう作業はあるんですが、この後、ショックアブソーバーも交換するのでね、今回はここで終了ということにしておこうと思います。はい。では、今回もマーさんの動画をご視聴いただいてありがとうございました。